構そうですね。逆走でそこで結構距離走とかも。今日は403本してから2400ペース走してで402本やって終わりです。400が70秒以内ぐらいで、2400が78から入って上がり74ぐらいのビルドアップで、残りの402本はフリーです。です。で毎日2ブレですか1ブレも多いですね、結構。でワークアウトの日に2ブレって感じですか大体そうですね。なるほど。今朝は8キロビルドアップをここでやりました。8キロビルドアップですかしっかり走ってます。結構週だと100いったらそうなんですか。なんかじゃあそんなにいいですね。量はそんなに思ったより。はい。あそこはすごいです。はい。新幹線が。そう。動画でね。プロモーションすごかったんで。結構なんかすごい気が強そうだな。そうですね。はい。ちょうどみんなのとこで。天気いいですね今日。天気良すぎて、こんなのないですよ。ないですか。来てから初めてぐらい、今回は。すごい素晴らしい。ずーっと曇ってたり、寒いよね。私あんまり厚底好きではないんですけど、なんか日本選手権ぐらいから流しだけ厚底シューズでやることになんか今はポインハマってる。トはワークアウト自体やんないんですか。はないですね。そうなんですか。フォーム作り、なんかイメージ優先で腰を乗せたり、そういうちょっとこれでストライドで広げることができるんですけど、もうその意識づけのためだけに厚底履かしてるみたいな。でも試合で履かないですもんね。もう全部スパイクで今日は。全部今日ペーストのスパイク。できれば履き替えれたらなと思うんですけど、なんかもうとろいんでもう全部スパイクで。これ4分絶対かかるんですよ。なんで。乳酸テストするときは2分で履き替えて。気合いやったけど時。そっか。海外の選手とか全然なんか気にしないですよね。靴紐のこととかもなんか足さえ入ればいいみたいな。気にしないですぐらいですので、とりあえずなんか履けたらいいみたいな。厚底の一番新しいやつです。そうなんです。多分まだ発売されてない。まだあそこからじゃあ400行きます。行こう。もう全然走らない時期っていうのはあんまりないですね。週1で完全オフ、日曜日はそうですね。一気に走るのが20キロぐらいが最高ぐらいですね。合宿期間はだいたい早朝にジョグを軽く40分前後のジョグをしてから朝食とって、であとはかなりもう午後練までゆっくりして、なんか読書したり仮眠取ったりとかして、で午後練習前に少し体幹トレーニングみたいなことを入れてから午後練習で、そして治療を受けて、で夕食とって就寝っていう感じです。食事も睡眠も本当に自分の気持ちが向くことをしているというか、もう眠くなったら寝てみたいな、寝たくなかったら特に無理に寝ようとせずっていう感じで、栄養の点も絶対これ取らないととかこれは食べちゃダメとかは決めずに、その時々なんとなくその不足してる気がするものとか食べたいと思うものを取るようにしてます。私は高知に上がった時がそこまできつさ感じない分、平地に降りた時に楽になるっていう感じもあまりなくて、どっちもきついって感じです。今回は割とじっくりめに入ったんですけど、いつもはもう着いて翌日とかからスピード練習
入れたりだとか、しかも質とかもあんまり平地と変わらないものをこなしてるんですけど、今回は日本選手権明けてっていう部分とロンドンのダイヤモンドリーグもあったので、ちょっとまだオフに近いような形で、10日間過ごしてきました。400の3本の70秒以内です。69じゃなく70秒。70秒以内。69秒0。結構向かってるやろ。向かってるな。走ったら。20秒前、5秒前、4、3、2、1、ゴー。3年4年前と比べて結構練習は変わっている感じですか？一個一個の質っていうのはすごく高くなってるなっていう実感はあるんですけど、でも大きくガラッと変わったっていう感じはなくて、もうなんか本当にその都度都度私の体の状態だったりその時のレースのスケジュールに合わせてすごく臨機応変に練習が変わってるので、一つとして同じ練習があんまりなくて、だからこそその底辺は上がってる感じはするんですけど、内容っていう点ではもうずっと変わり続けてるっていう感じです。20秒前、3、2、1、ゴー。5000mの方をイメージした練習で、最初にちょっと早めでドンと入ってから、中間走みたいな感じでペース走をするんですけど、そこでちょっと最初早く入った分のなんかきつい中粘る練習で、ラストがフリーなんでそこで振り絞るみたいな、もうトータルして5000のレースをイメージしたような感じです。ジャッジ67秒9。2分レストね。1分。3、2、1、ゴー。75、76秒2。
もうシーズン入ってから調子を安定するのか、その中でもちょっとピークを作るっていう、どういう考えなんですかね。私の場合はもう結構もう一本一本全力投球でやってるんですけど、その辺の調整をコーチである父がやってて、一本一本レース全力でやっても次のレースの時にはちゃんと回復しているようなトレーニングを間で入れたりだとか、だからレースが逆にちょっとハードワークというかトレーニングの一環になるような形で、世界陸上だったり日本選手権みたいな大事な試合でちゃんとピークが合うようにっていうイメージでやってます。9月ぐらいからちょっと日本で、御嶽とか高地トレーニングもちょこちょこ入れて、でも世界陸上っていう感じです。74、75、76、75秒9。74、75、75秒。じゃあ世界陸上で2種目で決勝に残れたことが今までないので、できれば1500と5000の2種目で決勝残りたいですし、ブダペストみたいに、どっちかがダメでもどっちかで何か、足跡を残せるような大会にしたいなと思います。好きなのは1500なんですけど、やっぱり世界のレベルがすごく高まってるんで、やっぱそこにちょっと最近は怖さみたいなのもちょっと感じてます。5000だとやっぱもう5000の中で1500のレースが3回あるみたいなイメージで、だから1500が楽に走れるようになったら割と5000も楽に走れるし、反対に5000が楽に走れるようになったら1500にも生きるみたいな相互作用はあるのかなって感じてます。73、74、75。いいぞ。75秒9。72、73、74、73秒9。中間層だから中間層。
秒8。OK。2分ですね。歩こう歩こう。4、3、2、1、はいゴー。ラスト2本ね。いいよ。テンポよくね。仕事はそこは最後の方だけ。粘れてるから全然。1、はいゴー。ラストね。個人的にどこまでいけると思いますか？まあいけるかっていうのは体の感覚としては実感がないんですけど、気持ちの部分ではやっぱ1500では3分55秒以内では走りたいですし、5000m も14分10秒台では普通に走れるようになりたいなと思ってます。世界のレベルの高まり具合に気持ちだけが引っ張られてるみたいな状態とか、自分の中での考え方の基準はどんどん上がってるんだろうなっていう気はしてます。65秒3。オッケー。よく頑張りました。お疲れ様。十分。面白い。面白いな。どこにいるかめっちゃ。なんかでもクソハゲてるやつ。そう、ハゲつきしてこの10日間毎日見てるんですけど、あ、そうですか。 10日間ずっとあのシャメに多分一晩中もずっと食べてて、夜寝る前に見ても食べてて、朝早朝起きてきても食べてるから寝てるんですかね、ちゃんと。寝ずに食べてるかもしれない。ジェラートの機械とか入れてほしい。スイーツ好きなんですもんね。めっちゃ好きです。そうそう。なんかランナースイーツ好き多いっすね。それしか多分ストレス発散する方法がない。しますか？はい、僕全然。1キロぐらいいつもあ、走るんですけど、そんなやっぱ走れないですね。そんな走らない。走らない。この人走らない。ミドルランナーより走らないけど。5000やってる割に走らない。珍しいですね。私の場合長距離もやってる分結構軽さが武器になるところもあって、そうなんですね。はい、だからなんか軽くないとなんだろう、後半にちょっとだいぶ足に来たりとかするんで、そこがなんかでもなんだろう、スカスカすぎてもやっぱ怪我も確かに心配だと思います。体重は結構気にはしてるんですけど、はい、1週間の中でももう2キロから3キロぐらいの変動が結構あります。結構変動します。日本の合宿地はすごいいいですよね。世界的に見ても。御嶽に似ててめっちゃ。あ、そうですよね。トラックが近いのと、はい。なんかこじんまりしてるのとアップダウンしかないところがめっちゃ似てる。なるほど。じゃあ、御嶽行ったことないんで僕行ってみます。なんかもともと私の母がマラソンで、はい。なんか一番最初にほぼ一番最初に御嶽使い出した人で、あ、そうなんですか。私3歳ぐらいからあ、そうなんですか。先駆者なんですね。怪我はしないですよね。